さんこんにちは。卓球解説動画へようこそ。 MC のみさきです。こんにちは、ケンジです。みさきちゃん、突然だけど卓球のラケットを買うときやクラブチームや部活動でベテラン選手や指導者の方と話しているときによく耳にする定番の言葉ってないかな？やっぱりこのラケットは特殊素材が入っているからスイートスポットが広いんだよとか、とにかくラケットの真ん中の芯で捉えればめちゃくちゃ飛ぶからっていうフレーズですかね。メーカーのウェブサイトやカタログを見ても、新素材採用でスイートエリアが大幅拡大って大きくよく取っていますよね。そうそう、まさにそれなんだよ。でもね、実はその真ん中で捉えれば飛ぶとか、特殊素材を入れれば一様にスイートスポットがブレード全域に広がるという説明、最新の構造力学や波動電波解析、有限要素法 FEA の観点から見ると、ものすごく単純化された、言ってみれば感覚的な神話に過ぎないんだ。感覚的な神話ですか？私たちが普段、今最高のスイートスポットで打てたって感じているのは単なる勘違いや思い込みなんですか？勘違いというか、実際の打球現象で起きている物理プロセスは私たちが想像している以上に複雑で奥が深いんだよ。ラケットという道具は単一の木材機材だけで完結しているわけではないんだ。異種素材の積層構造、ブレードの外形幾何学形状、ラバーの粘弾性、接着剤の界面膜圧、そしてグリップを含めた構造全体の質量分布や完成モーメント、モーメントオブイナーシア MOI が複雑に絡み合った高次元な動的物理領域として再定義されているんだよ。高次元な動的物理領域。なんだかすごく本格的で難しそうな単語が並びましたね。でも普段私たちがカタログの謳い文句や指導者の感覚論で信じ込んでいることの裏側に本物の物理学が存在すると思うとワクワクしてきます。メーカーのカタログや指導者が教えてくれない卓球の真実ってことですよね。まさにその通り。今回はスイートスポットの物理的定義を構造解析の観点から徹底的に再整理していくよ。ブレードの形状、積層素材、ラバー物性、接着技術、そして重量バランスという5つの主要要素がスイートスポットの幾何学的形状や均一性、そして動理学的性質にどんな影響を与えているのかを海外の最先端論文や実験データ、メーカーの技術資料を紐解きながら徹底解説していくね。楽しみです。物理の視点から卓球ラケットを精密に解剖していくんですね。用具選びの迷いが吹き飛ぶような深掘り解説、最後までじっくり聞いて用具と打球感覚の謎を解き明かしていきましょう。ケンジさん、まずは今回の解説全体の全体像というか、研究レポートや最新物理学で明かされている主要な発見について概要を教えてもらえますか？ OK。まずは全体のハイライトからいこうか。最新の構造解析で明らかになった最も衝撃的な事実は、卓球ラケットの打球面には均一な単位点としてのスイートスポットは存在しないという点なんだ。単一の点としては存在しない？よくラケットの中心にあるあの一点みたいに表現されますよね。そう思いがちだよね。でも実際には異なる物理メカニズムに基づく4つの独立した力学的スイートスポットが存在していて、それらが打球輪上で複合的に重なり合うことで、私たちが体感する実行的スイートゾーンが形成されているんだ。その4つとは振動節、衝撃中心 COP、最大見かけ反発係数点パワースポット、そしてデッドスポットなんだよ。4つもあるんですか？しかもデッドスポットなんて全然飛ばない死んだ場所までスイートスポットの仲間に入っているんですか？そうなんだ。飛ばない場所にも戦術的に極めて重要な物理的役割があるんだよ。さらにブレードの形についても革新的な発見がある。スティーガのサイバーシェイプに代表されるような六角形形状のブレードは単に目立つための奇抜なデザインではなくて、現代卓球で打撃頻度が最も高い先端領域の打球面積を約 10% 拡大させ、構造波の境界反射を空間的に均一化することで周辺部まで高い反発係数 COR を維持する平坦な分布を作り出しているんだ。見た目のインパクトを狙ったわけじゃなく、境界反射の平坦化という緻密な物理的根拠があったんですね。そう。さらに素材面でもカーボンや ALC、ZLC といった特殊素材が合成を均一化して屈曲歪みを瞬時に拡散させることや、アウター構造とインナー構造で軽打地と強打地の動的スイートスポットの現れ方が全く異なること、
さらにはラバーを貼ることで生じるマスローディング効果や接着剤の膜圧が音響インピーダンスと粘性減衰に及ぼす影響、グリップに重りを仕込む CWT カスタムウェイトテクノロジーや完成モーメントによる有効縮小質量 MR の補正まで、全てが数値と物理モデルで解明されているんだ。すごいですね。私たちが普段何気なく選んで使っているラケットやラバー、さらには接着剤の塗り方に至るまで、すべて物理学と構造力学で説明できちゃうんですね。それではその各論について一つずつ深掘りして詳しく教えてください。それでは具体的な各論に入りましょう。まずスイートスポットの物理的定義についてですが、ケンジさんは単一の点ではなく複合的な領域だとおっしゃっていましたよね。これについて詳しく教えていただけますか？ボールがラケットに衝突する瞬間、激点、インパクトロケーションの位置によって、プレイヤーの手首や前腕に伝わる自由振動の振幅、手首に作用する瞬間力積トルク、そしてボールに付与される運動エネルギーの変換効率が大きく変動するんだ。激点がほんの数ミリずれるだけで、手で感じるフィードバックも、飛んでいくボールの勢いや軌道も全然違ってきますもんね。そうなんだよ。構造力学や波動力学の観点から見ると、ラケットという構造物体にボールという弾性体が衝突した時、振幅がゼロになる場所、手首にかかる力積が相殺される場所、エネルギー変換率が最大になる場所がそれぞれ物理的に異なる位置に現れるんだ。この違いを正しく理解しないと、なぜ打球感が最高なのにボールが浅いのか、なぜボールは飛ぶのに手首がぶれるのかといった卓球特有の感覚のズレが解明できないんだ。なるほど。それぞれの物理メカニズムが起きている場所が違うから、感覚のズレや不快感が発生するんですね。それでは、その4つの力学的スイートスポットについて詳しく見ていきましょう。一つ目のスイートスポット、振動節、ノード・オブ・バイブレーションについて教えてください。これはどういう物理的な場所なんですか？振動節というのは、ラケットの一時曲げ振動モード、ファンダメンタルベンディングモードにおいて、振動の振幅 A が理論上0、A イコール0になる不自然上、あるいはその近場の位置のことなんだ。振動の振幅が0。つまり、そこでボールを捉えると、ラケット本体が全然揺れないってことですか？方向にまさにその通り。ボールが衝突した瞬間、ラケットの構造、フレーム内部に冷気される自由振動が劇的に抑えられるんだ。これによって構造内部での弾性エネルギーの散逸、熱や余計な振動としての逃げが最小化されるとともに、手に伝わる不快な低周波振動が遮断される。だから振動節でボールを打つと手に嫌な響きやしびれが残らない、すごくクリアで心地よい打球感になるんですね。その通り。リサーチゲートで公開されている論文、バイブロアクースティックアナリシスオブテーブルテニスラケッツ&ボールスでも、この振動節で捉えた時の音響波形と低の伝達振動がオフセンター打撃時と比較して劇的に抑制されていることが実験的に証明されているんだ。手に伝わる不快なブレや嫌な振動が消える場所、それが一つ目の振動節なんだよ。続いて2つ目、衝撃中心、センターオブパクションです。これはどんな力学的な場所なんでしょうか？衝撃中心というのは、ボールが衝突した時にラケット構造体を介してプレイヤーの手首や前腕部に作用する平心衝撃力と回転衝撃力が相互に相殺される力学的位置のことなんだ。平心運動の力と回転運動の力が相殺される？具体的にはどういうことですか？ボールがラケットに当たると、ラケット全体が後ろに押し下げられる平心の力と、当たった位置を中心にラケットが回転しようとするトルク、モーメントが発生するでしょ。COP の位置でインパクトすると、この2つの力が手首の回転軸においてぴったり打ち消し合って、手首への合成撃力がゼロになるんだよ。へえ、手首にぐらつく不快な力が一切かからない場所なんですね。そう、特に重要なのはラケットを人間が手で握った時の条件なんだ。川添ラボのインパクト解析論文、プレディクションオブテーブルテニスラケットレスティテューションパフォーマンス、ベーストオンディインパクトアナリシスなどでも指摘されているんだけど、人間が手を添えて握ることで、手首と手の質量およそ 500g 相当の束縛条件がグリップ部に付加されるんだ。
これによってラケットを空中吊り下げ状態、自由喧嘩にした場合の COP に比べて、実際の人間が握った状態の COP はブレードの根元、手元方向へ移動するという特性があるんだよ。実際に人間が握ることによって衝撃中心が手元寄りへとシフトするんですね。相手の威力が強力なドライブをブロックするときや強いボールを打ち込みときに手首が負けたり負傷したりしない場所がこの COP というわけですね。3つ目は最大見かけ反発係数点マクシマムアパレント COR スラッシュパワースポットですね。名前からして一番スピードが出て飛びそうな場所ですが、その名の通り、いわゆるパワースポットだね。衝突前のボール速度 U と衝突後の離脱速度 V の比率として表される反発係数コエフィシエントオブレスティチューション COR イコール V by U が最大化される領域なんだ。プレイヤーのスイングエネルギーが一番効率よくボールの飛翔スピードに変換される場所ってことですね。そう、この最大見かけ反発係数点 ACOR は一般的にブレード構造の幾何学的重心の近傍からさっき説明した振動節との間に位置している。プレイヤーのスイングによる運動エネルギーをボールのスピードへ最も効率よく伝達する領域なんだよ。軽打でもスパーンと速いスピードが出る場所ですね。でもケンジさん、さっきの振動節や衝撃中心 COP とこのパワースポットが位置は同じ場所にあるんですか？素晴らしい質問だね。実はそこが最大の物理的ポイントなんだ。この3つの位置は物理的メカニズムが全く異なるから打撃面上で微妙にずれているんだよ。だから一番不快な振動がない場所、振動節と一番手首に負担がかからない場所、COP と一番スピードが出る場所、パワースポットは完全な単位点としては一致しない。これが均一な単一のスイートスポットは存在しないと言われる物理的根拠なんだよ。そして4つ目がデッドスポットです。直訳すると死んだ場所、つまり全然跳ね返らない場所ですよね。なぜこれがスイートスポットの一つとして扱われるんですか？一見すると飛ばない不利益な場所に思えるよね。デッドスポットは静的弾性反発力 COR が極小となる領域なんだけど、実は実戦において極めて重要な戦術的役割を果たしているんだ。戦術的役割？飛ばない場所がですか？そうなんだ。例えば相手の強烈な回転サーブやドライブに対して台の上で短く止めるストップレシーブをしたいとき、ラケットが自律的に弾みすぎるとネットを越えて相手のチャンスボールになっちゃうでしょ？あ、確かに。ラバーやブレードの勝手な弾みを抑えて自分の手でボールの威力を殺したい場面ですね。まさにそれ。デッドスポット利用することでラバーの過剰な飛びを抑えて繊細なボールコントロールが可能になる。さらにプレイヤー自身が全身のスイング力積をダイレクトにボールへ叩き込んで自力で強力な回転と速度を付与するパワーループ攻撃においても、余計なフレームのしなりや弾きを排除して自分の筋力を 100% 伝えるために機能するんだ。つまり意図的にボールを制御するための極めて重要なゾーンなんだよ。4つのスイートスポットの違いがよくわかりました。ところでボールがラケットに当たっている時間って実際どのくらいなんでしょうか？ボールとラケットの衝突における接触時間、デュエルタイムは標準的な打撃においておよそ 1.3 ミリ秒から 1.8 ミリ秒という目にも止まらない極めて短い時間なんだ。1000分の1秒レベルですか。そんな一瞬の間に物理現象が凝縮して起きているんですね。そう。そしてこの 1.3 から 1.8 ミリセカンドという極めて短い接触時間は構造振動に対するローパスフィルターとして作用するんだよ。ローパスフィルター、低い周波数の波だけを通すってことですか？そう、接触時間よりも周期が短い高周波モード、おおむね 1kHz を超えるような高次振動モードは、ボールが接触している一瞬の間には十分に冷気されないし、発生しても急速に粘性減衰してしまう。だから打球管への直接的な関与は限定的なんだ。じゃあ私たちが手で感じ取っている打球感の正体は何なんですか？実は約 100Hz から 500Hz の領域に存在する低周波の一時曲げ振動モードなんだよ。
人間の手のひらや指先にはパチ二重容器という20から 1000Hz の振動を感知する微細な触覚センサーが存在しているんだけど、この低周波振動がパチ二重容器を介して脳へ伝達され、プレイヤーの打感の精度やタッチの感覚を決定づけているんだ。人間の皮膚のセンサーとラケットの100から500ヘーツの低周波振動が精密にマッチングしてあの打球感を生み出していたんですね。さらに ISJOS の研究データ、インパクトベロシティ&コエフィシェントオブレスティテューションオブアテーブルテニスボールにもあるように、ボールの突入速度 U 波上がると、ボールやスポンジの非線形歪みと粘弾性熱散逸が増大する。その結果、離脱速度 V との比である反発係数 COR イコール V 対 U は一次関数的に低下していくという動的挙動を示すんだ。速い球を打てば打つほどエネルギー散逸の割合が増えるというのも卓球の物理の面白いところだね。ここからはブレードの幾何学構造、つまりラケットの形と面積がスイートスポットに与える影響について見ていきましょう。まずは昔からあるオーソドックスな伝統的楕円型ブレードについてです。楕円形ブレードは有限要素解析 FEA における境界条件と固有振動モードの空間分布を直接的に制御しているんだけど、クラドニパターンズに沿った境界反射に基づいた接線を形成するんだ。クラドニパターン。音や振動でプレート上に砂の模様ができるあの有名な物理実験ですね。楕円型だとどんな振動パターンになるんですか？楕円形状では一次曲げ振動の接線がブレードの中央から下部へ向けて円弧状に分布する。この幾何学構造だと最大の反発領域パワースポットがブレードの幾何学的中心近傍に強く偏在してしまうんだ。高反発な場所が真ん中に固まっちゃうんですね。そう。だから打球点が中心からほんの数センチメートル周縁部エッジ寄りへそれるだけで、曲げモードだけでなくねじれモードの不均一な振動が急激に発生してしまう。結果として反発係数が急激に減衰・降下してしまうという物理的限界を持っていたんだよ。そこで登場したのが最近話題の六角形ブレード、サイバーシェイプなどですね。あの独特な形にはどんな力学的革新があるんですか？スティーガのサイバーシェイプに代表される六角形形状は、計算科学と実験的振動解析に基づいて現代卓球の運動学に即してスイートスポットを最適化させた素晴らしいデザインなんだ。 KTH スウェーデン王立工科大学のマスタースタディ論文ディバポータルバイブロアクイスティックアナリシスやスティーガの公式発表データレディット AMA セッションでも詳しく分析されているよ。どんな分析結果が出ているんですか？現代の攻撃型選手の打球スタイルって前陣でのハイスピードなトップスピン打球が多いでしょ。その時選手はブレードの中心よりも先端寄りの上部領域でボールを捉える傾向が極めて高いんだ。あ、確かにスイングの遠心力が一番働くラケットの先端側でボールを打とうとしますよね。そう。六角形デザインは従来の丸型ブレードと比べて全表面積の過度な増加を抑えつつ、最も打球頻度が高い先端領域の打球面積を約 10% 拡大しているんだ。さらに先端面積が広がることで物理的な高反発領域パワースポットと一次振動節のラインがスイング時の終速度 V イコール R×ω が最大となる先端方向へシフトする。遠心力でスイング速度が大きい先端部分に高反発ゾーンが引っ張り上げられるんですね。それだけじゃないよ。直線的な周辺エッジを持つ多角形外形は打撃時に発生する構造波の境界反射を空間的に均一化する効果がある。これによって中心を外れたオフセンター打撃時でも歪み並みの乱れが低減されて、先端部から両エッジ近傍に及ぶ広範なエリアで平坦かつ高い反発係数分布フラット高 ER ディストリビューションが維持されるんだよ。先端が広い六角形とは逆に先端が絞られた異形ブレードもありますよね。ティバーのスイング4みたいなバイオリン型、ネテキ型ブレードはどうなんですか？よく知ってるね。バイオリン型や波出来型ブレードは先端部をあえて絞り込んで手元寄りに極小かつ高密度のスイートスポットを配置する設計思想で作られているんだ。スイートスポットを広げるのとは真逆の発想なんですね。そうなんだよ。先端を細くすることで空気抵抗を極限まで減らし、手首の可動域を最大化する。そして台上のフリックやミート打ちなど
打球点を一点に集中させて打球音や触覚フィードバックを最大限に引き出す超局所型スイートスポットとして特化させているんだ。なるほど。広範囲なスイートスポットでミスを減らすサイバーシェイプと、ピンポイントの超高密度スイートスポットで操作性と音を研ぎ澄ますバイオリン型。形状によって物理的アプローチが全く違うんですね。ここからはブレードの素材構成と積層構造について解説していただきましょう。まずは伝統的な純木材合板、5枚合板、7枚合板の物理特性について教えてください。リンバ、アバチ、キリ、コトといった天然木材のみで構成されるオールウッドブレードは、木材内部の粘性減衰性能が高くて、柔軟な曲げ変形と長い接触時間、デュエルタイムを提供してくれるのが特徴だね。木材特有のしなりやボールをつかむ感覚ですね。そう。でも木材単体には違法性、方向によって強度が違う性質、等抵合性という問題がある。ボールが当たった時、撃点の周囲で局所的な屈曲が大きく発生してしまい、構造波が即座にラケット全体へ伝播しにくいんだ。波が全体に広がりにくいということは、反発力や振動が均一になるスイートスポットの面積が中央の狭い領域に限定されてしまうんだよ。打球点が中心から外れると、ボールに伝わるはずのエネルギーの多くが構造全体の低周波ねじれ振動へと変換されて散逸、消費してしまい、ボールのスピードが急激に落ちてしまうという物理的弱点があるんだ。その木材の弱点を克服するために開発されたのが、カーボンファイバーやアリレート、ALC、ザイロン、ZLC などの特殊素材なんですね。まさにその通り。炭素繊維やアリレートクロスを基層の間に挿入することで、ブレードの被弾性率 E/P が飛躍的に高鳴るんだ。高弾性率を持つ繊維層は、インパクト時に発生する局所的な曲げ歪みを瞬時にブレード全域へ拡散させて、一時曲げモードの固有振動数をより高周波側へシフトさせる。歪みが一瞬でブレード全体に広がる。だから端っこで打っても当たり負けしないんですね。そう。ブレードの終焉部で打球しても構造全体の反発抵抗がしっかり働くから、中央で打った時と変わらない高い反発係数 COR を発揮する広大なスイートスポットが構築されるんだ。さらに高周波振動成分が速やかに減衰するから、打った後の不快な余震、ナーバスネスも低減されるというメリットがあるんだよ。特殊素材のラケットには、素材を外側の木材のすぐ下に挟むアウター構造と、中心の芯材の隣に挟むインナー構造の2種類がありますよね。この違いでスイートスポットはどう変わるんですか？ここはプレイヤーにとっても一番気になる部分だよね。アウターとインナーではインパクトの強さに応じた可変スイートスポット特性が全く異なるんだ。可変スイートスポット特性、詳しく知りたいです。まずアウター構造は最外層の木材の直下にカーボン等の特殊素材を配置しているでしょ。だから微小な屈曲に対しても高い面弾性が即座に立ち上がる。結果として軽打、弱いインパクトの時点から広範囲な高反発スイートスポットと鋭い球離れ、高栄光を発揮するんだ。軽い力で打っても広いスイートスポットの恩恵を受けられるのがアウターなんですね。そう。一方のインナー構造は中心材、キリなどのすぐ隣に特殊素材を配置している。だから軽打時には外側の木材層、リンバなどの柔らかい弾性が優先されて、適度にコンパクトなスイートスポットと繊細な木材のタッチ感覚を保つんだ。そして強いインパクトでボールが深く沈み込んだ時に初めて変形が深部の特殊素材まで到達し、構造全体の一体的な光合成が一気に立ち上がる。なるほど。強打した時にだけ広大なスイートスポットと強烈な反発力が覚醒するのがインナー構造なんですね。自分の打ち方やレベルに合わせて選ぶ重要性がよくわかります。木材合板の加工技術や接着層の調整でもスイートスポットの質が変わるって本当ですか？本当だよ。例えば ST ガの VPS 技術のように集芯材に特殊な温度処理、熱処理を施す技術があるだろ。あのように木材内部の水熱処理を行うことで、木材セルロース内部の密度不均一性を排除し、歪みなの電波効率を一定にして反発の均一性を大幅に向上させているんだ。木材の個体差やムラを熱処理で整えるんですね。さあ、さらにドニックのカタログ、
ドニックコンプリートカタログ等に掲載されているインプルス技術のように、天然ゴムを含有させた特殊ラテックスやエポキシフィルムで相関を接着する技術もある。これによって強い粘性減衰効果を発揮させて、不快な高周波をカットしながらマイルドでコントロールしやすいスイートスポット領域を作り出しているんだよ。ここからはラバー物性、スポンジやトップシートがスイートスポットに与える影響を深掘りしていきましょう。ブレード単体だと約 85g ですが、両面にラバーを貼ると 180g から 190g くらいまで重くなりますよね。この重量の跳ね上がりが物理的にどう作用するんでしょうか。ここがまさに卓球用具の力学における隠れた超重要ポイントなんだ。ブレード単体に重厚なラバーが貼られることで、システム全体の質量が 100g 以上も増加する。この時に発生するのがマスローディング効果という物理現象なんだよ。マスローディング効果、重さが一気に加わることで、ラケットの揺れ方はどう変化するんですか？ラケットシステム全体の固有振動数がブレード単体時の数千ヘルツという超高周波帯域から一気に 100Hz から 300Hz 帯の低周波帯域へと劇的に低下、シフトするんだ。そしてこの質量負荷とスポンジが持っている粘弾性減衰、ビスコイラスティックダンピングの相互作用によって、ボールが離脱した後のラケットフレームの余分な歪み波や微小な残響振動が強力に押しつぶされる、抑え込まれるんだよ。へー、ラバーを貼ること自体がラケットの無駄な揺れを抑えるブレーキ、ダンパーの役割を果たしていたんですね。その通り。だからラバーを装着することで、打撃時にプレイヤーが体感する不快な振動が消えた快適なエリア、実行スイートスポットがブレード単体の時よりも大幅に広がって感じられるようになるんだ。なるほど。じゃあスポンジの厚み、1.5 ミリの薄型から 2.3 ミリなどの極厚、マックスの違いによってもこの補正効果は変わってくるんですか？大きく変わるよ。2.3 ミリなどの極厚スポンジ、マックス、ウルトラマックスは、ボールが衝突した瞬間に発生する局所的な組成変形エネルギーをスポンジ全体の体積圧縮によって受け止めることができるんだ。つまり、ブレードの木材表面に対する天井の衝撃負荷、天負荷をスポンジ全体に広げる面負荷へと分散させる力学的作用を持っているんだよ。天負荷を面負荷に変換するということは、真ん中を外して打った時でも？そう、打球点が幾何学中心から数センチ外れたとしても、スポンジ自身の大きな体積変化による弾性エネルギー蓄積と補填が働く。そのおかげで打点が外れた時の反発力 COR の落差が最小限に抑えられ、ミスが少なく均一な跳ね返り特性が実現されるんだよ。スポンジの高度35度などの柔らかいソフト系から55度を超えるカチカチのハード系までや、トップシートの張り具合、テンションによってもスイートスポットの挙動は全然違いそうですね。ここはプレイヤーの打球ヘッドスピードと直結する極めて奥深いテーマなんだ。まず35度から40度といったソフトスポンジを装着した場合、比較的遅いスイング速度や弱いインパクトであっても、ボールがスポンジの奥深くまで沈み込んで大きな接触面積が確保されるんだ。だから初心者から中級者までスイートスポットがものすごく広く、ミスの許容範囲、フォーギブネスが大きいと実感できるんだよ。手元でボールを優しく包み込んでくれるような安心感がありますよね。そう。だけど、ソフトスポンジには物理的な罠が存在する。上級者やハードヒッターが超高速スイングで強力なドライブを打ち込んだ場合、スポンジが極限まで押しつぶされて潰れきってしまう底付き現象、フリーコンプレストが発生するんだ。底付き現象。スポンジがクッションの役割を果たせなくなっちゃう状態ですね。そう、スポンジが完全に潰れきると、突入してきたボールがブレードの硬い木材表面にダイレクトかつ非線形に衝突する。すると衝撃力と反発エネルギーが不連続に変化して、ボールの飛び出す角度や飛翔軌道が突然狂ってしまうんだ。つまり極度の強打時においては、ソフトスポンジはスイートスポットの均一性を一気に喪失してしまうんだよ。わあ、柔らかいラバーで力任せに打ち込むと物理的にコントロール不能になっちゃうんですね。逆に50度から55度以上のハードスポンジや高テンショントップシートの場合は全く逆の動的挙動を示す。スイングスピードが遅い軽打時にはボールがスポンジを変形させられないため、
スイートスポットがすごく狭く、ボールが全然跳ね返らないように感じられる。硬すぎて引かないし、硬直した打感になっちゃうわけですね。しかし、プロ選手のような強烈なスイングスピードと大きな力石、インパクトインパルスを与えて打ち込んだ瞬間、ハードスポンジは底突きを起こさずことなき変形エネルギーを完璧に貯蓄放出する。光合成ブレードの特殊素材層と完璧にシンクロして、面全体から均一かつ強烈な最大反発力、アセコを引き出すことができるんだ。自分のヘッドスピードに合わせたコードを選ばないと、スイートスポットの恩恵どころか逆効果になってしまうんだよ。続いては、マニアックだけど用具選びやメンテナンスで絶対に避けて通れない接着剤の物理学です。ラケットとラバーをくっつける接着剤の塗り方がスイートスポットに大きく関わっているなんて驚きです。実はミクロの視点で見ると、ラケット木材とラバースポンジの間に挟まれている接着層は単なる固定用具ではなくて、合成音響インピーダンス整合層として極めて重要な物理的役割を担っているんだ。音響インピーダンス整合層。響きだけでもものすごく高度な物理用語ですね。ITTF 国際卓球連盟以降、昔のような有機溶剤グルー、VOC グルーではなく、天然ラテックスゴムの微粒子を水に分散させた水溶性接着剤、ウォーターベーストグルーが主流になっているよね。卓球専門サイトの卓球ラボなどでも貼り方の解説が詳しく記載されているけど、物理学的に最も推奨されるのが、必要最小限の膜圧で均一に仕上げる薄塗りなんだ。接着剤を薄く均一に塗るテクニックですね。薄塗りにすると接合面では何が起きているんですか？薄塗りを施すと、ブレード最外層の木材繊維とラバースポンジの底面がミクロレベルでダイレクトかつ強固に機械的結合されるんだ。これにより、ボールが当たった瞬間の衝突エネルギーが接着膜内部の分子運動や変形による粘性散逸として無駄に消費・逃亡されるのを極限まで防ぐことができるんだよ。エネルギーが接着剤の中で消えていかない。そう、ブレード本来が持っている純粋な固有振動モードや高い反発力 COR が一切の余計なフィルターを通さずにダイレクトにラバーへ伝わる。その結果、ボールの初速 ACOR が最大限に引き出されるとともに、手に伝わる打球音や振幅のフィードバックが非常にクリアになり、プレイヤー自身がどこまでがスイートスポットなのかという境界線を明確に指先で感知できるようになるんだよ。じゃあ逆に、ドニックのブルーコンタクトみたいな粘度の高い接着剤を何回も何回も重ね塗りして分厚いゴムの膜を作る多重光塗りをやった場合はどうなるんですか？厚塗りをすると、スポンジと木材の間に可透性を持つ分厚いポリマー層、つまり一種の弾性ゴムクッションが形成されることになるだろう。この厚いゴム膜は軽打時において微小な不快振動を吸収・拡散してくれるから、打球感がものすごくマイルドでソフトになる。結果としてスイートスポットの許容範囲が広くなって扱いやすくなったと感じられる効果はあるんだ。打感が柔らかくなってミスしてもカバーしてくれる感覚になるんですね。ただし、そこには大きな物理的トレードオフ、代償が存在する。分厚いラテックス膜は強打時の激しい衝撃エネルギーを膜内部の分子間摩擦、粘性エネルギー消費として熱に変換して殺してしまうんだ。だからラバー本来が持っている最高飛翔速度 A 光が低下してしまう。さらに手に伝わる微細な振動情報がぼやけてしまい、打球感覚がぼやけて正確なタッチがつかみにくくなるというデメリットが発生するんだよ。メリットとデメリットが完全に表裏一体なんですね。あとケンジさん、ラバーを頻繁に剥がして塗り直すリグルイング選手もいますが、あれはブレードにダメージはないんですか？実はそれこそが構造劣化の罠なんだ。ラバーを剥がすとき、ブレード最外層のリンバや固糖といった極薄の木材板から微小な木材繊維が引きちぎられる先端剥離が発生する。これを何回も繰り返すと、ブレード表面の木材密度が不均一になり、局所的な合成がどんどん低下していくんだ。木材の表面がボロボロになってムラができちゃうんだ。そう、表面の合成不均一が生じると、インパクト時に発生した衝撃波の電波経路が歪んでしまう。結果として長期間頻繁に張り替えたブレードは、本来持っていたスイートスポットの均一性と反発効率が不可逆的、二度と元に戻らない形に低下してしまうんだよ。ここからはグリップ形状や重量バランス、そして完成モーメント MOI がスイートスポットに与える動力学的影響について徹底解析していきましょう。
持ち手や重さの配分でスイートスポットの位置まで変わってしまうって本当ですか？本当だよ。プレイヤーがラケットを握る手元のアタッチメントや重りの配置はシステム全体の完成モーメント MOI と中心位置センターオブグラビティ COG を変化させるからね。例えばドニックの戦争技術みたいにグリップ内部が空洞化されているラケットがあるでしょ。はい、グリップの中が空洞になっていて、手元が軽くなっているラケットですね。グリップ内部を空洞化して手元の質量を減らすと、ラケット全体の重心がブレード先端方向へ数ミリメートルシフトする。手首を中心とした回転運動時の遠心力とアーム長が大きくなると同時に、手首にかかる力積とトルクが相殺される衝撃中心 COP の位置がブレードの気学学的中心から先端方向上部へ押し上げられるんだ。つまり先端でボールを捉えた時の打球威力と手首への負担軽減が力学配置によって実現されているんだよ。スティガの CWT カスタムウェイトテクノロジーみたいにグリップの底部に 3g、6g、9g の重りを自由に装着できる最新システムもありますよね。CWT はまさにこの完成モーメントとスイートスポットの動的特性をプレイヤー自身がカスタマイズできる画期的な技術だね。打撃時における打球点の有効縮小質量 MR の計算式において、先端部B0 が大きくなる場所の MR 低下を六角形形状や先端寄りの重量バランスで IG0 を大きくすることで抑え込むことができる。スイングの遠心力で終速度 V=R×ω が最大になる先端部分で有効縮小質量 MR を維持して超強力なスイートスポットを作るという完璧な運動対力学の設計が完成するわけですね。ケンジさん、ここまでスイートスポットの物理学を余すことなく徹底解説していただきましたが、とにかく特殊素材や最新形状でスイートスポットを限界まで広げれば誰にとっても最強のラケットになると考えていいんでしょうか？実はね、美咲ちゃん、そこにこそメーカーの商業的なカタログやベテランプレイヤーの経験則では語られることのない最大の真実と戦術的トレードオフ、代償が存在するんだよ。隠された代償、スイートスポットは広ければ広いほどミスが減って良いことずくめのように思えますが、一概にそうとは言い切れないんだ。面全体の反発や振動を物理的に極限まで均一化広域化することには大きく分けて3つの隠された代償が存在する。1つ目は打球間フィードバック情報の遮断。2つ目はあえて威力を殺す外す技術の実行困難性。3つ目は実際の反発性能とは無関係な打球音の欺瞞なんだよ。なるほど。スイートスポットが広ければいいという単純な話ではなくて、プレイヤーのレベルや戦術、成長段階に応じた繊細なトレードオフが存在するんですね。そうだね。今回の多角的な分析を統合すると、現代の卓球ラケットにおけるスイートスポットは、ブレード幾何学形状、異種素材の積層構造、ラバーの質量粘弾性、接着剤の界面膜圧、グリップ完成モーメント設計という5つの要素が精密に噛み合った物理的統合システムとして成り立っていることがわかるね。この5つの要素がすべて組み合わさって私たちが手で感じているスイートスポットの正体が作られていたんですね。ケンジさん、これからの卓球用具はどんな風に進歩していくと思われますか？今後は AI 解析やシミュレーションと統合することで、個人のスイング癖や戦術スタイルに 100% 適合させた完全パーソナライズドスイートスポット構造を 3D プリント等で設計製造する時代が間違いなくやってくるはずだよ。自分だけの打点とスイングに特化した専用スイートスポットラケット。そんな未来が来たら卓球がもっと面白くなりますね。ケンジさん、今日は本当に詳しくて最高に面白い物理解説をありがとうございました。こちらこそ、用具の裏側にある本物の物理学を知ることで、これからの用具選びや日々の練習がもっと深く楽しくなったら嬉しいね。はい、視聴者様、最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。